こんにちは、宇佐井正宗です。今回はあと一歩で実用化できる案を3つ紹介します。具体的には、ここを改善できたら使えるのにな、みたいな案を紹介する感じです。では早速やっていきます。最初1つ目は、バッタンキングの砦100万赤コインのダブルパックンルートです。まずは動画から見ていきます。これはパックンの使用の問題で、日本語初期版限定のルートになります。左が案で、右が灰色の坂スタートのルートです。これ上級者がよく使うやつですね。で、差分の区間だけ比較しています。で、1匹目のパックンを倒したら、こんな感じで奥のパックンのところまで行きます。で、戻ってきて、で、こちらのパックンも回収してっていう感じですね。で、最後は花畑でおしまいです。で、ちょっと進めていきます。で、この比較だと、案の方が 0.3 秒遅い結果になっています。左側の案に関して少し補足の話をしておきます。この2匹目のパックンなんですけど、AB 同時押しの反転ダイブで倒しています。こういう感じですね。もともとパックンを2匹使うっていう発想自体は、結構昔からあったんですけど、2018年になって、この反転ダイブで倒すと速くなるっていうことが分かりまして、改めて出てきたのが、この左側の案になります。で、この案は2つデメリットがありまして、まず、乱数要素が1つ増えるよってこと。このパックンの青コインですね。というのと、ここのパックン周りの移動が、地味に難しいっていうところですね。それに対してタイムが同じぐらいになっちゃうので、やる価値はないかなとは思います。ただ、このパックンを2匹使うっていう発想は、まだどこかに使い道がありそうだなって思いましたので、今回紹介しました。これが1つ目の案でした。続いて2つ目は、ファイアバブルランドボスドンケツスターの右ルートです。まずは動画から見ていきます。これは言葉の通り、最初右側に進んでいきます。で、火山のところでジャンプダイブを出して、この足場に乗ります。で、以降は一緒ですね。で、ちょっと進めていきますと、この動画では 18.53 っていうタイムが出ています。RTA でよく使われるケツもやしで反転でボスドンケツを倒すってやり方は理想上では 18.50 っていうタイムなので、ほぼ同じぐらいのタイムが出る感じです。ということでタイムとしてはいい感じなんですけど、ケツを燃やすやり方があまりにも簡単なので、それと比べると難易度が高いっていうのが、この右ルートのデメリットになるかなって思います。なので、うまいこと改善して、速いタイムが出るルートに変えることができれば、ワンチャン、例えば16枚ある程度使えるかなっていうのは思っています。これが2つ目の案でした。最後3つ目は、炎の海のクッパアルティメットルート回です。これはアルティメットルートってあると思うんですけど、それをもっとやばくしたルートになります。まずは動画から見ていきます。左が案で、右が普通のアルティメットルートになっています。最初の方は同じですね。で、この動画では、ポールバグをし終えた後、ポールをスキップするっていう方法を使っています。で、ここで完成スライディングをして、ジャンプして、金網の途中から無理やり登っています。で、ここから分岐ですね。こんな感じで、アンデは途中のところから、上の壁を蹴っています。超詰めると、こんな感じで、この周期に間に合うんですよね。はい。この比較では、狩猟地を含まない場合で 0.9 秒程度、案の方が速くなっています。で、この案なんですけど、細かい部分も含めて最適化している箇所が3つあります。1つ目がここのジャンプダイブですね。わざと左側から出しています。具体的に言いますと、ジャンプダイブの初めてのフレームで、マリオの影がこの線の模様よりも左側になる感じですね。こうすることで、低い位置からジャンプダイブできるので、その後の復帰で1フレーム速くなります。で、最終的にポールバグの時点で1フレーム速くなります。続いて2つ目がポールをスキップするっていう、ここですね。完璧な着地キャンセルができると、確かコンマ1か2秒ぐらい速くなった覚えがあります。これはちょっと定かではないんですけど。最後3つ目がですね、ちょっと進んでいって、ここですね。完成スライディングからの、完成ジャンプをして、金網の途中から無理やり登るってところです。これ結構大きい最適化かなって思います。で、アルティメットルート回を狙うなら、1つ目と2つ目はいらないかなと思うんですけど、今話した最後の3つ目の完成スライディングの動きは、必須になるかなと思いますね。結構タイム短縮量が大きいので。という感じで最適化を頑張ると、アルティメット回っていうのが成立するわけなんですけど、
人間が決められるのかどうかっていうのは非常に難しいところがあるかなって思います。なので、あくまでこういうルートが人間でできたらいいなぐらいの案になっています。これが最後、3つ目の案でした。ということで、今回はあと一歩で実用化できる案の第7回をやりました。第8回もやる予定なんで、また次回お会いしましょう。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。